曜美人。燭台のろうそくが部屋の中をそろそろと動いていった。その光の中へ何もない床や粘土の塊や彫刻用のコテや石膏のかけらやいろいろのガラクタが次々と現れては消えてゆく。そしてぴったり光が動かなくなった。そこに異様な物体が横たわっていた。大きなものであった。これ何ですか？気味が悪くて黙っていられなかった。よくご覧なさい。死骸ですよ。断末魔です。血死後です。私の自慢の作品ですよ。土色の男の体であった。目が血走って赤く、唇が真っ青だった。首から胸にかけて黒い血が凝固していた。頭にも胸にもももにも本当の毛が植えてあった。これも本当の人間から型を取ったのですか？ランドは声が震えないように用心しなければならなかった。そうです。生きた人間からです。まさか死骸からではありませんよ。バテレンじいさんはそう言ってからふふと笑った。その次には皮膚病の半身像やへんてこな局部像がいろいろ並んでいた。並んでいるというよりは転がっていた。ひどく生き生きとして今にも動き出しそうなものもあった。この次に面白いものがあります。ろうそくを消しますよ。でないと漢字が出ないのです。ふっと火が消えて真っ黒なビロードに包まれた感じであった。突然目くらになったように全く何も見えなかった。さあ両手を出して触ってごらんなさい。目で見てはちっとも美しくないけれども、手で触ればたまらない美しさです。私が考え出した類のない美術品です。ですから夜を選んだのですよ。先生にわざと夜来ていただいたのです。目で見ないで手だけで見るというのには昼間は具合が悪いですからね。これは手で見るのですよ。つまり触覚の美術です。ランドーは言われるままにおずおずとそれに触ってみた。冷たい滑らかな肌であった。もっと手を伸ばして全体を撫で回してごらんなさい。だんだん手を伸ばしていくと、それは人間の体に似たものであることが分かった。しかし、普通の人間ではない。手が何本もある。足が何本もある。肉体の山と谷が無数にある。はじめは薄気味が悪かった。不快でさえあった。だが、撫で回しているうちに、神経の底から妙な感じが湧き上がってきた。今まで一度も経験しなかった不思議な快感であった。そこには想像しうるあらゆる美しい曲線が微妙に組み合わされていた。すべすべしたなだらかな運動感があった。手が自然に滑ってゆく。その滑り方に異様な快感があった。それは触覚だけではなくて運動感覚にも訴える美しさであった。老人は暗闇の中で息の根も立てないで小説家の感動を感じ取ろうとしていた。ランドーの両の手がはじめはゆるゆると、やがて徐々に速度を増して、ついには恐ろしい速さでその物体の上を這い回った。恍惚として時の経つのも忘れて這い回った。素晴らしい。これは素晴らしいですよ。僕はこんな美しいものに初めて触りました。これは何という微妙な曲線でしょう。一体どんな法則から割り出した曲線でしょ
闇の中から老人のふふという笑い声がした。さっきからもう30分も経ちましたよ。ずいぶんお気に入ったものですね。さあ、次に移りましょう。もっとお見せするものがあるのです。闇の中で手を取られて、その場を離れた。4、5歩も歩くと、シュッとマッチがすられて、再びろうそくが輝いた。急いで後ろを見たが、さっきの不思議な曲線の物体は見えなかった。老人は用心深く、あの物体に覆いの布をかけてしまったのかもしれない。これですよ。この中ですよ。食台をかざしたのは、一つの大きな黒い箱の上であった。それは西洋の装飾、ネガンに似ていた。外側の黒い色が漆のように光っていた。老人は食台を置くと、またポケットから鍵束を取り出して、その黒い長い箱の錠前を外した。そして食台をかざしながら、その蓋をそろそろと開いていった。ろうそくの光と一緒に目がチラチラした。箱の中には白い滑らかなものが横たわっていた。蓋がすっかり開いてしまうと、それは美しい裸体の女であることがわかった。蘭道は愕然として一歩後ろに下がった。老人形というものがこんな恐ろしい美を持っているとは思いもよらなかった。ああ、これが生きた人間でなく老細工だなんて、そんなバカなことがあるものか。お気に入りましたか。美しい女でしょう。これは生きているのですよ。老人はささやくような低い声で言った。するとその声が老人形に通じたように、美しいまぶたがブルブルと震えてパッと目を開いた。老細工ではない、本当の目であった。それがじっと蘭道の顔を見つめていた。蘭道の鼓動が速くなった。逃げ出したいような恐怖を感じた。バテレンじいさんとはよくも名付けた。彼はバテレンの魔術を心得ているのであろうか。はははは、大江蘭道さんはこんなものに驚く方ではないと思いましたがね。あなた、顔が青くなっていますよ。私は天下の大江蘭道をびっくりさせましたね。先生のお書きになる階段と私の発明した階段とどっちが怖いでしょうかね。じいさんは顔中をすぼめた提灯のようにシワだらけにして、歯の抜けた口を耳まで広げて悪魔のように笑っていた。これが老人形ですか。何かからくり仕掛けでもあるのですか。ああ、目だけじゃない。唇が動いている。息をしている。生きているでしょう。あなた、私のトリックにかかりましたね。これは本当に生きているのですよ。人造人間じゃありません。触ってごらんなさい。老人は無理に蘭道の手を引っ張って、箱の中に横たわっている美女の肌に触らせた。その肌は暖かくて弾力があった。すると人形がくすぐったいというように身もだえしてむくむくと起き上がった。その時はさすがの怪奇小説家も心臓が止まる思いをしたが、すぐにそれは老人形師の子供らしいトリックであることが分かった。箱詰めになっていたのは人形ではなく、本当の生きた人間に過ぎないことが分かった。ひどいいたずらをしますね。かわいそうに、このお嬢さんは箱の中でさぞ息苦しかったことでしょう。蘭道はそう言いながら、
美しい羅女の手を取って引き起こし、箱の外へ出るのを手伝ってやった。ごめんごめん。これが怪奇小説家のあなたには何よりのご馳走だと思いましてね。実はこの女は私のモデルなんですよ。だが不思議なことに、この美しいモデル娘は少しも裸体をはにかむ様子がなかった。無言のまま向こうのついたての影に入って、しばらくすると素肌の上にガウンを着たらしい様子で出てきた。先生、まだ心臓が静まりますまい。こういう時は一杯やるに限ります。この子に酌をさせて、あちらでまた一杯やりましょう。浪人教師は食台を持って先に立ち、その次にガウンの美女、後から乱道が続いた。以前の書斎でそれぞれ椅子にかけると、またコニャックの酒盛りが始まった。心がときめいているので、酒の回りが早く、乱道はじきに酔い心地になった。美女はほとんど口をきかなかった。何か言われると、にっこり笑ってうなずいたり、かぶりを振ったりするばかりであった。しかし、彼女も酒は少しずつ飲んだ。やがて、目の縁がぽーっと赤くなってきた。娘は人形から人間になって、また元の人形に戻っていくように感じられた。生きた人間にしてはあまりに美しすぎた。ホフマンのオリンピア城はこんな美しさだったかもしれない。もし生きているとすれば。いや、生きているに違いないのだが、このしわくちゃの老人がどうしてこんな美しい女を手に入れたのか、不思議でたまらなかった。このモデルの娘さんは何とおっしゃるのですか？最上玲子と言います。これをモデルにして寸分違わない美人人形を作りたいのです。今体の調子を見ているのですよ。最良の状態の時に石膏を塗りつけるのです。玲子はパチッと瞬きをした。まるで自動人形のような瞬きであった。人間らしくなくて人形とそっくりの娘。そこからこの世のものならぬ怪しい美しさが発散した。人間らしくないところに名状しがたい強烈な魅力があった。玲子さん、あなたは自分とそっくりの人形ができるの怖いとは思いませんか？乱道は初めて娘に話しかけた。いいえ。彼女はかすかに微笑んで小さな声で答えた。人形が何かの仕掛けで口を聞いているようであった。しゃんとした姿勢で椅子にかけ、顔は正面を向いたまま少しも動かさなかった。乱道と浪人教師とはこの美女を傍らにして1時間近くコニャックを傾けながら人形の話を続けた。それじゃあ、玲子さんをモデルにして仕事を始めたら知らせてください。ぜひ見たいのです。約束しましたよ。恐ろしくよってろれつが怪しくなっていた。そして二人に見送られて外に出たのだが、その時玄関の戸口で玲子の手が乱道の体に触った。意味ありげに触った。彼は暗い街に出て、電車の駅の方へよろよろと歩きながら、その感触を思い出していた。ふと、もしや、と気づいたので、触られた側のポケットに手を入れてみると、小さな紙切れが入っていた。街灯の下まで急いで、その紙切れを調べると、鉛筆で次のような走り書きがしてあった。このじいさんは大悪人です。助けてください。私は殺されます。